はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は Steam で2022年7月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきます。7月下旬は期待の新作がたくさんリリース予定となっていてワクワクが止まりません。セール直後ですが年末に向けてこれからも注目作品をピックアップしていくのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは日本語対応の作品から見ていきましょう。まずはじめにエンドリング。フォロワー数は4840人。地球最後の母親キツネとなり子狐と生き抜くサバイバルアドベンチャー。舞台となるのは人類によって崩壊した世界。人間によって焼かれた森から逃げ延びた母親狐は4匹の子狐を出産しますが、1匹の子狐は人間の罠にかかり連れ去られてしまいます。プレイヤーは地球上最後の母親狐となって連れ去られた子狐の行方を追うとともに、残された3匹の子狐を守り大人の狐に成長するのを見守らなければなりません。そのためには脅威である人間がうろつく荒廃したフィールドを探索し、子狐を養うために他の動物を狩る必要があります。連れ去られた1匹の匂いを追いながらも3匹の子狐を育て、人間の脅威の及ばない安息の地を目指す物語。体験版も日本語で遊ぶことができるので気になる方はチェックしてみてください。エンドリングは2022年7月19日リリース予定日本語対応の作品です。ストレイ。フォロワー数は15万1300人。野良猫となってサイバーシティから脱出するアドベンチャー。現時点でザ・デイビフォーを抜いて発売前ウィッシュリストランキング1位の作品です。猫視点で展開する本作の主人公は家族からはぐれ未知なる世界に迷い込んだ1匹の野良猫。サイバーシティから脱出するためには忘れ去られた謎を解明すること。ゲームはネオンがきらめく街を探索して物を落としたり動かしたりして進路を作り脱出の手がかりを探していきます。街には無機質な人造人間ドロイドやズークと呼ばれる危険なクリーチャーも存在するので、猫らしい機敏なアクションで高いところへ登ったり狭いところへ入り込んだりしてやり過ごしながら異世界の謎を解いていくといったゲームシステム。ゲームを進めていくと B12 という小型ドローンと出会い、 B12 を通してマシンヒューマノイドと話すことができたり、ドローンが格納されているバックパック型ハーネスに手に入れたアイテムを保管することができるなど役立つ相棒的な存在となってくれます。また猫特有のパズル要素や逃げたり戦ったりするテンポの速いアクションからステルスアクションといった要素も含まれるなど、雰囲気重視のアドベンチャーというだけでなくしっかりしたアクションも楽しめそうです。心強い味方 B12 と共にサイバーシティからの脱出を目指すアドベンチャー。本作は新しいプレイステーションプラスサブスクリプションサービスのゲームカタログの対象作品となっています。ストレイは2022年7月20日リリース予定日本語対応の作品です。ヘーゼルスカイ。フォロワー数は6100人。自分の運命に抗う若きエンジニアの物語。主人公のシェインは訳あって故郷の都市ギデオンから遠く離れた島で暮らしていました。自分の運命だとされるエンジニアになるため人生最大の試練に挑もうとしており、試練を乗り越えなければ故郷の都市ギデオンへは永遠に戻ることができなくなるといいます。またシェインは同じ訓練生のエンジニアであるエリンと無線を通して交流しており、エリンとの関係がシェインの世界観を大きく変えることになりますが、運命と願望が一致することはほとんどないことを知ります。シェーンは果たして運命に従いエンジニアになるのか、それとも別の生き方を模索するのか。自分の運命と欲望に向き合う若きエンジニアを描いたハートフルなアドベンチャー。体験版も日本語で遊ぶことができるので気になる方はチェックしてみてください。ヘーゼルスカイは2022年7月20日リリース予定日本語対応の作品です。アズダスクフォールズ。フォロワー数は1400人。2つの家族の複雑に絡み合う人生を紐解いていく物語。
舞台は1998年のアリゾナにある小さな町。その町で起きた強盗事件から30年間にわたる2つの家族の物語が描かれます。多くの問題を抱えながらも愛情深い家族であるウォーカー家は、再出発をかけてセントルイスに移り住む旅の途中、街道沿いのモーテル、デザートドリームに立ち寄ります。もう一方の家族は、多額の借金とトラブルに見舞われたホルト家。大金を盗み出そうと保安官の家に忍び込んだが、失敗に終わり強盗犯となった3兄弟は、警察から追われることとなり、逃げ込んだ先は街道沿いのモーテルデザートドリーム。この決して交わることのないはずだった2つの家族の出会いは、複雑に絡み合い、30年間にわたって様々な視点から物語は展開していきます。ゲームはパラパラ漫画のような独特なアニメーションで描かれ、チャプターごとに進行していくシステム。物語はプレイヤーの選択によって分岐し、登場人物たちのその後の人生に大きな影響を与えていくことになります。また、チャプターが終わるタイミングで選択肢の分岐マップを確認でき、リプレイモードがあるため別の選択肢を見ることで決断の裏に隠されたキャラクターの心情や考え方を知ることになります。結末が全く予想できない展開が楽しみな作品。アズダスクフォールズは2022年7月20日リリース予定日本語対応の作品です。信長の野望新生。フォロワー数は3300人。名作歴史シミュレーション16作目の信長の野望。戦国時代の日本を舞台に、龍造寺隆信、浅井久政、佐竹義明など名だたる戦国大名となって内政開発や軍備増強をして他の大名と戦って勢力を拡大し、最終的には天下統一を目指す。ただ兵力を高めてゴリ押ししていくゲームではなく、合戦が始まる前に外交や調略などで有利な状況を作り、勝利を決定づける戦略的思考が強い作品です。16作目となる本作では、細分化された領地システムと配下武将が自らの判断で行動する AI システムが特徴です。各城には軍と呼ばれる領地があり、一定の身分に出世した家臣は知行として領地を与えられ、各武将は自らの判断で軍を発展させていきます。また家臣に任せるだけではなく、大名自らの判断で内政を進めることもできます。プレイヤーである大名は浄化施設の建設を行うことになり、人や収入、石高を増加させ、国力を高めることができます。さらに浄化施設の効果は領土内の全ての軍に影響するという相乗効果などもあり、内政においても戦略的に進めていく面白さがあります。また戦略シミュレーション要素だけではなく、歴史上の重要な出来事は登場武将ごとにイベントが発生し、史実に沿った戦国武将たちの生涯を追体験することができます。戦国武将たちの熱いドラマが展開する歴史シミュレーション。信長の野望新生は2022年7月21日リリース予定日本語対応の作品です。イモータリティ。フォロワー数は2600人。失踪した女優の行方を追う実写アドベンチャー。実写を用いた作品で知られるハーストーリーやテリングライズなどを手掛けたクリエイターによる新作ミステリーアドベンチャー。忽然と姿を消した女優マリッサ・マルセルと、なぜか公開されなかった3本の実写映画に隠された真実を追うストーリーが展開されていきます。詳細は詳しく語られていませんが、過去作と同様に3本の映画のアーカイブ映像を調査して、謎を解明していくといったゲームシステムになるかと思われます。Steam ストアページも塗りつぶされた文章があり、謎が隠されていそうな感じです。謎解き推理ゲームですが、制作元に確認したところゲーム実況配信も OK ということです。イモータリティは2022年7月27日リリース予定日本語対応の作品です。ファイヤーコマンダー。フォロワー数は2960人。炎と戦う消防隊員を描くリアルタイムストラテジー。消防士の活動と消防署の運営をテーマに、通報があった火災現場へ向かい、消防隊員や救急隊員をリアルタイムに操作し、火災へと立ち向かい人命を救うストラテジーです。ゲームは新人を雇い訓練を行い、危険な任務へと送り出し、消火活動から人命救助、重要設備の保護といった多彩な消防救命任務に立ち向かっていきます。隊員たちは経験を積むことで消防士としての階級が上がり、多くのスキルをアンロックしていきます。
消防隊の指揮を執り、多彩な車両の配備を行い、使える道具を充実させ、あらゆる状況に対応できる最強の消防隊を作り上げていく作品。ファイヤーコマンダーは2022年7月27日リリース予定日本語対応の作品です。ベア&ブレックファースト。フォロワー数は8630人。可愛いクマが主人公のホテル経営アドベンチャー。プレイヤーは心優しいクマのハンクとなって、友人と共に森の中で廃墟となった小屋を見つけ、そこから朝食付きのホテルを運営していくことになります。森の中にある資源を少しずつ集め、ホテルを改築し、顧客の満足度を上げてお金を稼ぎ、設備をさらに充実させていきます。物語を進めていくと、森に住む個性豊かなキャラクターと出会い、彼らのお願いを聞くことで、その人物の秘密が明らかになったり、ホテル経営に力を貸してくれるかもしれません。また、この森には伝承や森の奥深くに眠る謎があり、それらの答えを求めていくうちに森の神秘に近づいていくことになります。ベア&ブレックファーストは2022年7月28日リリース予定日本語対応の作品です。ロードウィンクルボトムインベスティゲーツ。フォロワー数は1220人。1920年代を舞台にキリンの名探偵が謎に挑む。舞台は1920年のイギリス。シルクハットにスーツ姿の英国紳士、キリンの名探偵ウィンクルボトム卿は、旧友で資産家のギルフリー提督からの招待を受けて、相棒で医者のフランプル博士と共にバーゲスト島へ向かうが、彼は何者かに殺害されており、殺人犯を探していくうちにバーゲスト島に隠された恐ろしい秘密に迫っていくことになるといった物語。シャーロック・ホームズに影響を受けたという本作は、シンプルなポイント&クリックの謎解きアドベンチャー。島にいる個性的な動物キャラクターたちから情報を聞き出し、手がかりを見つけて事件の真相を突き止めていきます。名探偵コンビが難解な事件に挑むミステリーアドベンチャー。ロード・ウィンクルボトム・インベスティゲーツは、2022年7月28日リリース予定日本語対応の作品です。スイートトランジット。フォロワー数は13,300人。輸送手段は鉄道のみの街づくりシミュレーション。一軒の倉庫から駅やプラットフォーム、線路を建設して、周囲の村同士を結び、労働者や市民、物資を運び、都市を発展させていきます。産業形態の進化とともに都市機能が拡張され、蒸気機関からディーゼル機関へと鉄道技術も進歩していきます。また、市民や労働者にも気を配る必要があり、住居や飲食といった社会基盤を整備し、人々の幸福度を高く維持することで税収が増えたり、労働者には水や食料などの物資を届け、生産性を下げないように配慮しなければなりません。輸送手段は鉄道、列車のみというユニークな街づくりシミュレーション。スイートトランジットは2022年7月29日リリース予定日本語対応の作品です。はい、こっからは日本語未対応の作品の紹介です。ローブリッター。フォロワー数は3200人。中世を舞台にしたサバイバルシミュレーター。史実にも存在した強盗騎士ローブリッターと呼ばれる騎士の身分でありながら村や商人を襲い略奪を生業とするゲームです。ゲームは中世ヨーロッパが舞台。年長者である兄に土地と家督を奪われた弟であるプレイヤーは、追い出されたとはいえ平民のように村で働いたり、惨めな傭兵として戦場で戦うことも騎士としての誇りが許さなかった。プレイヤーは生き残るため森でサバイバルを行い拠点を築き、近隣の村を襲い、歴史に語り継がれるローブリッターと呼ばれる存在へとなっていく物語です。次第に悪名が知れ渡り、討伐軍が拠点に攻めてくるようになるので、建築で強固な防衛拠点を築き、略奪で手に入れたアイテムで武器や鎧のクラフトを行い、組織を強化しなければなりません。中世の世界で強盗騎士ローブリッターを体験できるゲーム。ローブリッターは2022年7月23日リリース予定日本語未対応の作品です。カオスギャラクシー2。フォロワー数は1090人。レトログラフィックで展開する単性 SF シミュレーション。何千年もの間銀河系を支配してきた帝国は突如出現したエイリアンペールドラゴンの襲撃により壊滅的な打撃を受けます。
弱体化した帝国に見切りをつけた12の諸侯は独立し、それぞれの大義のため銀河の覇権をめぐる戦いに身を投じていくことになります。プレイヤーは12の派閥の中から一国の元首となり、配下の宇宙軍士官たちに命令を出し、内政により惑星を発展させ、戦闘や外交により全惑星を平定して宇宙を統一することが目的です。ゲームシステムはターン制になっており、ターンごとに内政や外交、艦隊編成を行い、隣国よりも強い艦隊や人材を確保していきます。戦闘はマス目移動のユニットバトルシステムで、スーパーロボット対戦のような戦闘アニメーションが展開していきます。また、各派閥には独自の技術ツリーがあり、研究することで派閥固有のユニットやエイリアンを研究して生態兵器を開発したりと、経済的・軍事的優位に立つこともできます。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。カオスギャラクシー2は2022年7月25日リリース予定、日本語対応の作品です。サピエンス。フォロワー数は9700人。部族を率いて文明を発展させる戦士時代が舞台のコロニーシム。6月に開催された Steam Next Fest の体験版ダウンロード数が多かった作品です。広大な世界を舞台に部族を導き文明を発展させていくゲーム。プレイヤーはランダムに生成された世界の中から何千もの開始地点を選択することができ、選ぶ場所によっては気候の変化や資源量など大きく異なることになり、居住に適した土地選びが文明を発展させるポイントになります。土地選びができたら、それぞれのサピエンスたちに作物の栽培、資源の収集、建築、狩猟、調理などの仕事を与え、経験を積むことで新しいスキルを身につけ、一族の発展、そして文明の発展に近づいていきます。また、新しく見つけた資源はサピエンスに調査させることで、新アイテムや新技術をアンロックし、原始的な生活から始め、より高度な技術や道具を次々に発明していきます。文明が進んでくると、サピエンスは幸福を求めるようになります。外界の敵から食料と資源を守るためにシェルターを建設し、快適に暮らせる環境と娯楽を提供して幸福度を高めてあげましょう。体験版もあるので気になる方はチェックしてみてください。サピエンスは2022年7月27日リリース予定、日本語未対応の作品です。ヨットメカニックシミュレーター。フォロワー数は2500人。ヨット修理が体験できるシミュレーター。古い船を買い取り、船体の穴の補修からエンジンのバッテリーや配線の交換、新しいインペラの手配など、様々な船体パーツを使って船をリストアして、高値で販売して利益を得ていくといったゲームです。客室、デッキ、コントロールパネルなどのインテリアもアイテムの配置の自由度からカラーバリエーションも豊富に用意されており、各部屋の照明も選択可能で、自分好みの装飾を施すことができます。リストア完了後は水上に出てテスト走行することもできます。様々なクライアントからの注文に応え、ビジネスを拡大していくことで、ショップスペースを増設して、一度に複数のヨットの修理を受け持つことができたり、より高額な契約を結び、VIP 仕様のラグジュアリー船を手掛けることもあるかもしれません。どこぞの金も御用達のヨット修理工を体験できるシミュレーター。ヨットメカニックシミュレーターは2022年7月29日リリース予定、日本語未対応の作品です。はい、今回は Steam で2022年7月下旬リリース予定の面白そうな作品を紹介していきました。7月下旬は面白そうなゲームがたくさんありすぎて、下調べしているだけでテンション上がりました。信長遊びたいんですけど高すぎてもうちょっと保留ですね、これは。はい。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたなら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。